さて、本格的にまずいことになったなと青子は心中でつぶやいた。今回の敵は2日前の公園で倒したものとは格が違う。自動栄翔による永久期間だけでも希少品なのに、腕を伸ばすという荒ごとにも耐え、両目は岩土を投影する水晶性ときた。日本円に換算すれば9桁に届きかねない超一級品である。9桁ってことは1、10、100、1000万、10万、100万、1000万、1億。ただしそれはあくまでアンティークとしての話。戦闘に用いるのならもっと安価でかつ戦いに適した使い魔を動員すべきだろうに。あれだけの高級品を殺人に用いるあたり、あの人形の持ち主は今までの敵とは一線を画した変態に違いない。Vivo in som solitare putoresque uniferis. Ictius mers obitus dies, et mers nativus dies. Theoberum. 来たわね。ガサついたオルゴール。自らを呪うことで動力を得るオートマタが近づいてくる。通路の長さは約10メートル。青子は一つ奥の曲がり角で人形が現れるのを待ち構える。ここで決着をつけるのは紫関宗十郎を逃がすためではない。断じてない。青子は的確に今の自分ではあの人形からは逃げきれないと判断しただけだ。仮に逃走を選んだ場合、いくつかの幸運が働いてミラーハウスから出られたとしてもそこまで。障害物のない外に出ればあっさりと追いつかれ、背後から串刺しにされる。魔術が封じられている以上、追ってから逃げ切るのは不可能だ。なのでここで撃退する選択を取る。状況は不利だが、それはあちらも同じこと。この細い通路では青子に逃げ場はないが、反面あの人形も全速を出せずにいる。機械仕掛けの欠点だ。小刻みな加速と減速はあの時代のオートマタにとっても苦手とする機能だろう。セット。断線だらけの魔術回路に魔力を流す。血液の流れ、魔力の供給が全く安定しない。これでは魔術式を組むのは難しい。魔力で右手を加工し、大雑把に高度を上げることしかできない。青子の武器はトンカチ以上バット未満の細腕鈍器だ。近づくことが前提の時点でこの上なく頼りない。となるとあとは戦法だ。今はどんな武器を用意するのかではなく、この武器でどう戦うかを選ばなくては。簡単に考えつくのは鏡の反射を利用して姿を隠し、視覚から襲いかかる。しかしそれは通じまい。なぜならあの人形にはもともと視覚がない。人形は視覚情報からではなく、周囲の地形状況から世界を見ている。暗闇に生息するコウモリと同じ理屈だ。高温の波を発生し、その反響によって周囲の地形を測る反響定位法。あの栄翔はセンサーの役割も果たしている。人形にとって壁は透明の板に過ぎず、物陰から奇襲など謎お笑い草だろう。近づけば近づくほどよりリアルに察知される。本当は遠距離からの狙撃が最適なんだけど、ガンドを撃ってくるならフィンの一撃ぐらい隠してるわよね。ガンド打ちは北欧に伝わる単純にして汎用性の高い呪詛だ。最適化されたものは指を刺すだけで相手の体調を悪化させる。シングルアクションの魔術なので効果はあくまで病に限定されるが、ガンド打ちには最翼と言われる秘術がある。いわくフィンの一撃。病ではなく受けた相手の心臓を停止させる死の呪い。
背中に受けた傷が神経を高ぶらせる。武器を失った小娘と即死の奥の手を持つ自動人形。誰かのを見ても殺されるのは自分の方。彼女は現状の自分に生き延びる手段は乏しいと考え、そしてその幻影にぞっくりとした。青子は静かに努めて前例でいつもの錯覚を耐え忍ぶ。カチカチとなりそうな奥歯をきっと噛みしめる。ああ、でも首筋に何者かの指が張っていく感触がある。背後にいる錯覚が彼女を見て笑っている。それだけ逃げ出す一歩手前なのに、5秒後のシミュレートでは10戦して2回も倒れる自分の姿。2回。彼女の予測は時に現実よりも現実的だ。10回やって2回。イメージにとどまらない。あまりにリアルな自分の亡骸たちを幻視する。人形の呪いを受けて倒れている自分。眼球はフグのようにこぼれかけ、耳鼻口からだらしなく垂れる血、小便。2回、2回、2回。1回だけでも耐えられないのに、2回も死ぬなんてとても正気じゃいられない。でもねじ曲がろうとする心を抑える。青子は深呼吸をして、それがどうしたと鏡に映る自分を見つめ返した。半年前のあの白い夜を思い出せ。この程度ピンチでも何でもない。半年前の久遠寺の洋館。濃い霧に現れた白バラのワンダースナッチに、自分は10回中100回は殺されたのではなかったか。Me animam brutalis, autem eftera negata sunt. Manes sum, animam definire ambiguum est. 青子の錯覚は暗い呪詛によって書き消えた。距離にして約10メートル。対面の曲がり角に少女の人形が現れる。お互い輪郭もはっきりしていない影の間合い。人形には前工場も初動もない。気配の起こりもなく打ち出される眼動。青子は予測通り魔力の霧で削り防ぐ。わずか数秒の濃霧。その隙をついて来い。収縮する槍が青子の顔へ打ち出される。ビンゴ。横顔をかすめる狂気。視覚からの攻撃を紙一重でかわせたのは、人形の攻撃パターンをすでに経験していたからだ。術者が操っているならともかく、自立しているオートマタの機能は限られている。この距離ならこの攻撃といったテンプレートを行うだけの殺戮機構なら対応できると、青子は己の運にかけたのだ。いける、このまま。伸びきった腕が巻き戻る前に人形へ突撃する。勝算の薄い賭けではあったが、ともかく勝機はもぎ取った。勝利の天秤は青子に傾いた。予測による10回中2回の死は、あの間合いでのフィンの一撃を使われた場合と、このように人形の攻撃パターンが彼女の予想を大きく上回った場合である。一瞬の質量の移動、あるいは積載。青子が人形の腕という槍をかわした直後、
正体不明の重量が彼女の腹部に激突していた。ロケットで打ち出されたとしか思えない肩口からの正面衝突。しかしその推進力はどこから出たものなのか。自らを飛ばす機能などあの人形は持ち合わせていないというのに。激痛で薄れかける意識をとどめながら青子は即座に攻撃の正体を看破した。今の推進力じゃなくて牽引力。そう、人形の腕は本体に戻るのではなく壁に突き刺さったまま本体を引き寄せたのだ。そんなのありか。青子は驚きを飲み下しながら必死に体勢を立て直す。腹部横隔膜を強打された。衝撃で目もくらんでいる。だが人形は驚くほど軽い。おかげで骨にも内臓にも深刻なダメージはないが、とにかく呼吸ができない。気は動転しているけど根っこの部分ではまだ冷静だ。あと2秒もあれば持ち直す。いや違う、まともになるまであと2秒もかかってしまう。いやいや落ち着け、もう落ち着いている。クラクラして位置関係が把握できないだけ。いい、今は呼吸も視力も後回しでとにかく体を。Intellectus non necessaris est, quisque escat. Un nostro sentiabulat fit. Ratio fix tantum est. Dolores nitium cerebrum fit. すごいな。知性は不要でした。軽薄さはかなは重荷でした。ああ、私たちの本質は奪い合いで、理性はすべて後付けでした。苦しみの音は脳髄でした。頭上には歪みを上げるクローン。足動け。でもどっちに行けば。死の手触りがする。E salvatio, e salvatio, e salvatio. 手を伸ばせば届く距離。手を下ろせば殺される距離にお互いがいて、こいつの右腕の死角に入れる。青子は勘だけで人形の右側に転がり出た。人形の右腕は壁に刺さったままだ。必然そちらからの攻撃はない。判断は正しく、一時的なめまいも消えた。Intellectus non necessaris est, quisque escat. Un nostro sentiabulat fit. Ratio fix tantum est. Dolores nitium cerebrum fit. 正しさは脱ぎ捨てなさい。なんだろう。なんちゃらはおやすみなさい。私たちは、えみ合う獣？その性はすべて装飾。であれ、知性のすべてをぶちまけて。ゴロゴロ体を立て直し、今度はこちらの番と顔を上げる青子。瞬間、鏡の迷路の中で彼女は自分と同じ姿を見た。E salvatio. ひときわ鮮烈な光。壁に刻まれていく爪痕じみた裂傷。人形の切り札だろう一撃を青子は体内を走る魔力の濃度を上げる原始的な体魔術でかろうじて致死手前で踏みとどまった。自分そっくりの人形。心臓を止めるだけでは飽き足らず、物質さえ死滅させる強力な呪詛。どちらも目を見張る異常さだが、ほうけている暇はない。今度こそ反撃のチャンス。
右腕を壁に突き刺したままの人形はバランスが悪い。その無防備な体を蹴り上げようとして、しかし青子は膝から床に倒れ込んだ。 Vivo insomni, solitare putris cuniferis. Ictius meus obitus dies, et meus natibus dies. Theobeam. 私は眠りの中で生きている。鳥切りで土の中で腐っていく。今日は私の命日であり、さっきのやつか、最初のやつか。誕生日だ。さあ、あなたに会いに行こう。急激な吐き気と貧血。嘘のように低下していく太陽。しま、こいつ呪いをばらまいてるんだった。つまり近くにいてもってことか。気づいた時には遅かった。人形の周囲には呪詛が渦巻いている。人形の動力源である呪いの歌は近寄る者に病をもたらす防御機構にもなっている。それをこんな間近で受け続けた。魔力回路を持つ青子といえど、宗十郎のように体調を崩してしまう。気だるく倒れ込みそうな体に鞭を打って青子は人形から飛びのいた。負けるか。気合で、これガントに言うか。気合でガントの気だるさから逃れる。だが呪いによる貧血ではなく、自らの窮地にザーッと青子の血圧が低下する。絶好の位置関係。飛びのいた青子の前には左腕を矢のように差し出す自分と同じ顔をした自動人形。凶器は寸分たがわず青子の心臓へと打ち出された。ただそのちょっと前、危ない。なんて全く危機感のない声がしたのかと思うと、青子の体はぐいっと横に引っ張られていた。伸びる腕はまたも虚空をかすめていく。人形は急いで腕を引き戻すが、彼はその隙にと青子の手を取って一目散に走り出していた。でたらめに通路を走り、人形から十分離れたところで宗十郎は足を止めて切り出した。考えてみると、助けたはずの相手はこの通り、目に見えてご立腹だ。それでも彼は彼なりに考え抜いた気の利いた言い訳を口にする。明日はどうも忙しいみたいなんだ。だから要件は今日中に済ませてしまわないか、なんて続きそうな場違いな提案を。青子は黙っている。ついでにかなり怒ってもいた。この男の精神構造が理解できないからではない。せっかく逃がしてやったのに戻ってきたことでもない。相変わらず間抜けなセリフにイラついたからでもない。なんというか、あの一瞬、手を引かれた時何も考えられなくなってナスがママになったことが青子的には許せないらしい。なので、あなた正気？勢いでついそんな言葉を口にしていた。それとも自殺願望でもあったわけ？私もあいつもあんたなんか殺す対象に過ぎないのよ。おっと失礼。少なくとも恩を売る相手じゃない。言っとくけど、私助けられたぐらいで曲がる信念は持ち合わせていないから。だろうねとうなずく宗十郎。青崎がそんな可愛らしいもんじゃないのはこの夜だけで骨身に染みてるよ。それはそれでちょっと不満な青子だった。けど君は勘違いをしてるから
少し正そう。あいつの狙いは青崎だけじゃない。君だけじゃなく、俺も殺す気だと思う。それは嘘だと視線を一層鋭くして青子は宗十郎を睨んだ。話は最後まで聞く。どうしてかっていうと、1階の入り口あるだろ、あの細長い通路。なんでかあそこから先に進めないんだ。逃げたくても逃げ出せなくて仕方なく戻ってきた。青子はわずかに目を見張った。ありえないと驚いたのではなく、そこまでしていたのかという敵への称賛だ。それにさっきので完全に敵扱いされた。あの人形こっちをじろっと睨んできたし。いや、一瞬でよく見えなかったけど生きた心地しなかったな。青崎も気をつけた方がいい。多分よっぽど怖い顔をしているに違いないぞ、あれ。ちょっとやめてよ。それは言っちゃあかんかったな。それはご親切にどうも。うん。なんでこれはもう他人事じゃないんだ。青崎と人形、結論としてどっちが勝っても俺は殺されてしまうんじゃないか。そうね。そこまでやってるなら目撃者は消すでしょうね。私みたいに。だろ。でも俺はあいつには殺されたくない。え？きっぱりと彼は断言した。まるで励ますような宗十郎の言葉に顔を上げる青子。ここの問答やっぱ好きだな俺。そうしてようやく気がついた。宗十郎の顔色の悪さがさっきよりも濃くなっていることに。ちょっと待って。大丈夫なのあなた。まあ醤油を一升瓶飲むよりはマシではないかと。彼なりに場を和ませようとした軽口だが、額に油汗が浮かべられては余計に重い。そうか。さっき人形に近づいたから。青子ですら吐き気に襲われる呪いの圏内に入って宗十郎が平気であるはずがない。自分の洞察力の低さに唇を噛む。あんまりに彼がぼんやりしているからそこに考えが至らなかった。下で隠れていようとか思わなかったの？その方がどう考えても安全でしょ？本当にわからないと青子。それは青崎が言うセリフじゃないな。でもまあ長話をしている時間もない。そろそろ追いついてくる頃だ。通路に視線を向ける宗十郎。鏡張りの闇からはざらついたオルゴールが聞こえ出していた。さっき1階にいて考えたんだ。君がやられても俺は殺されるなら、まず奴をどうにかするべきだ。あなた、何が言いたいの？分かりきったことを青子はあえて問いただした。宗十郎の決意のほどを試すように。その先を半端な気持ちで口にするのなら、やっぱり今ここで始末すると見据えながら。提案。あいつをやっつけるのに協力したら俺のことは見逃してくれる？助けられたぐらいじゃ信念は曲げないって言ったでしょ。それにあなたに何ができるっていうの？それは青崎が考えてくれ。得意だろそういうの。協力者を適材適所に振り分ける指揮者の役割だ。そもそもこの状況を全く把握できず、また自身と敵の差を理解できない人間に何ができるかなんてことを考えさせるのは間違っていると宗十郎は胸を張った。彼の言う通り宗十郎を知り、自動人形を知っているのは青崎青子だけ。なので青子の指示を全力でこなすことが今の自分にできることだと彼は言った。
考放棄に近いが、それでも宗十郎の提案は自分が無力であることを受け入れた末の最大限の信頼に他ならない。じゃあ私の指示に 100% 従うってこと？ああ。それにこれは恩とか義理の話じゃない。一人だと分が悪いから二人でかかるだけだ。善意でも好意でもない取引って言わないか、こういうの。心情的な物々交換だ。純朴な目が語っている。まったく。この少年にそんな知恵をつけたのは飛丸のアホに違いない。決して口にはこぼさないが、青子は少しだけ笑いたくなった。完全に一本取られたけど、なんていうか悔しくない敗北なんてものが世の中にはあるらしい。労働と報酬ってわけね。それなら理にかなってる。うん。言いたくないけど。少し間を置いて、やれやれと肩で息をする。青子は吹っ切れたような、見ようによっては邪悪な笑みを浮かべて。それ結構私の好みよ。彼が向けたのと同程度の信頼をまっすぐに投げ返した。さあ仕切り直しだ。